皆様こんにちは。今日も幸せな老後の作法へようこそ。今日は人生100年ライフのお話をしてまいりたいと思います。人生100年ライフの到来ですね。これは長寿という贈り物を私たちは獲得したという喜ばしいことなのです。長寿であるということは、人々がより長く健康に生活ができ、よりさまざまな体験ができるという明るい未来を意味しているのです。これも科学技術や医療技術の発展などのおかげです。長寿であることはおめでたいことなのです。でもあなたはこれを聞いてどう感じますか？ありがたいより困る感じがします。もしくは先がどうなるのかわからなくて不安ですという方もいらっしゃるかもしれませんし、何にも考えていませんなど、いろいろな方がいらっしゃることでしょう。私は介護施設を20年以上運営し、たくさんの高齢者の方々と触れ合ってきました。そして私も紛れもなく70歳を過ぎた高齢者の一人なのです。すると幸せな高齢者とそうではない高齢者の方々がいらっしゃることに気づきました。現役時代にどれだけすごいことを成し遂げられた方でも、定年までうまくやってこられた方でも、そのまま幸せが続くとは限らないのが老後であるという事実だったのですね。でも本当はみんな幸せな老後を迎えたいと思っていらっしゃるはずです。ですからなるべく早いうちから幸せな老後を迎えられるように準備をいたしましょう。いらなくなったものは手放し、老後に必要なものを身につけていくのです。さて、今日お伝えしたいことは、今あなたにご家族、パートナーやお子様方がいらっしゃったとしても、100年の年月を生きるうちにお一人様になるかもしれないという事実です。今は人に囲まれてワイワイにぎやかであっても、何かのタイミングで一人の老後を過ごす可能性がみんなあるのです。今お一人暮らしの高齢者がとても増えてきています。政府が2021年11月に公表しました国税調査の結果では、単身世帯の割合がなんと 38.1% にもなっているというのです。もちろん若い人の独身も含まれるのですが、愛する人との別れであったり、家族と離れて住んでいるなど、お一人様老後を過ごす人はこれからますます増えてくるということです。老後というとお金と健康を心配する人がほとんどです。でも想像してみましょう。気づいたら一人になっていた時、あなたはどうしますか？私が長年見て思うのは、お金健康はもちろん一番大切なことです。でもその2つだけさえあれば幸せな老後になるかというと、そうではないのです。人生100年は誰にとっても未知の世界です。でも心配しないでくださいね。私は老後こそ人生の一番幸せな時だと信じています。終わりよければ全てよしなのです。老後の幸せは人生の幸せなのですから。たとえお一人様であったとしても、軽やかな覚悟を持って自分らしく最後まで過ごそうと思えば叶えられることなのです。人生の最後が幸せならば、もうそれであなたの人生は幸せだったと言えると思うのです。だから幸せな老後の準備を今からしてまいりましょう。私も今思えば40歳になって自分探しを始め、自分を見つめることをしたことで幸せな老後を過ごせていると思っています。老後にどんな幸せを味わいたいのか、どんな毎日を送りたいのか、今から考えておきましょう。それには健康管理、経済的な準備、学び続けること、コミュニティへの参加、精神的充実などについて、今まで老後の作法としてお話をしてきました。今日はもう一つ、ノートに書き出すことを提案したいと思います。より明確に具体的に自分の幸せな老後への準備を書き出してみましょう。例えば健康診断の記録を書き、健康管理をする、財産管理はどうするのか、学びたいことは何なのか、趣味のこと、毎日感謝日記を書くなど、書き出し始めるとたくさんありますよ。例えば感謝日記に身近な出来事、今日もおいしいご飯が食べられてありがとう、美しい青空にありがとう、友人の優しい言葉にありがとうなどなど、たくさんあります。感謝日記を書き続けると、自然とポジティブな物事の捉え方ができるようになるものです。たとえお一人様になったとしても、不安や心配ではなく、豊かさや喜びに満たされやすくなるのです。これもおめでたく生きるコツの一つです。書き出すことはこのような効果がありますよ。すると行動が変わってきます。私の幸せ日記などとポジティブなノートを一つ作るといいですね。今から準備しておけば、10年後、20年後、あなたの行動力が衰えてきた頃に確実に効果を出してくれます。幸せな老後は正しく物事を見て
判断し、そして行動していくことで必ず訪れるのです。私は人生100年ライフを大いに楽しもうと思っています。そして幸せな老後を過ごし、幸せな人生で終わりたいと思っています。人生100年と言われても手放しで喜ばれない方々へ、幸せな100年ライフの提言をこれからもしてまいります。この YouTube チャンネルでは幸せな老後に向けたお話をしていますから、これからもどうぞよろしくお願いいたします。チャンネル登録、いいねボタンもぜひお願いします。私も励みになりますから。